こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、前世の見方の2回目をやっていきたいと思います。では、リラックスしていただいて、前回のような感じで国を出しながらイメージングをしていきます。じゃあ、中国って思ってみようかな。中国をイメージしていただいて、あなたは中国のどこにいますか？どんなところにいますか？そこで何をやっているか見ていきます。その周りの景色とか、気温とか天気とか見ていきましょうかね。じゃあ、私の場合は中国の、なんかお城みたいなとこにいる感じですね。そこで、何やってるのかな。お城の見学かなんかしてるのかな。で、周りの状況は観光客みたいな人が、たくさんいるような感じで、ちょっと肌寒い感じですね。皆さんはどんな風に感じたか、ご自分が感じたところ、どんな風に見えたかっていうのを見てみてください。で、今見ているところが潜在意識の場所です。だから中国を思い出している、中国で見るとかインドで見るっていうよりも、そこのあたりでポッとこう出てくる場所が潜在意識の場所なんですよね。ここがね、スピリチュアルなところ時に、こういうところを使うっていうことですので、このあたりを使っていきます。そしたら、もう一個いきましょう。そしたら南の島って思っていただくと、どんなところが出てきますか？南の島でどんなことを自分はしていますか？はい、ありがとう。そしたら自分自身がそこで何をしているか見ていきましょう。周りの状況を見ていって、あと天気とか気温を見ていきましょう。そしてそこにいるのは誰ですかね。男の人、女の人でしょうかね。自分自身なんですけれども、そこにいるのが今の自分ではなくて、なんか私女の人ですけど男の人だったりするんですよね。だからその人が誰かなっていうのを見てみてください。南の島で出てきてる人は男の人、女の人、どっちですか？年齢は何歳ぐらいですか？どんな格好してますか？よく見ていきましょう。じゃあ私見ていきますね。とても青い水があるところで、周りは本当にこう自然豊かで草ぼうぼうみたいなところにいる男の人、少年みたいな人が出てきましたね。でこの少年は、何をやってるかっていうと、もう毎日ね草刈りとか、自然とともに生きているんですけど、退屈だなって思ってるみたいですね。
退屈だな、何にもやることないなって思ってる感じ。はい。今見ているところ、今出てきたもの、これね、前世なんですよね。私の今、この南の島って思った時に出てきたこの男の子は私なんですよね。何か、今言いたくて出てきてるのかなと思うんですけど、これ私なんですよ。で、今までたくさんみんな生まれ変わってきてますので、もうね、たくさんの前世を持ってます。で、その中で、自分に今、なんか原因があって出てきてたりしますから、まずこうやって人を出して前世を見て、何が原因なのかなというところまで見ていく。今日はそこまでやっていきたいと思います。今、前世の自分自身がね、皆さん出てきたかなと思うんですけど、何をやっているかっていうとこですね。何をやっているか。そして、何が原因で出てきてるのかなっていうとこまで見ていきましょう。私のこの少年は、暇だな、やることないな、もうちょっと刺激が欲しいなって思ってるところって感じですね。皆さんはどんなのが出てきたか自分で見ていきます。そしたら、たくさん見ていくといいと思うので、次いっちゃいますね。なんかいろんな、やっぱ国で出していくと出やすいので、国で出していきます。そしたら、すごい寒い、雪国みたいな、ところをイメージしてみようかな。ロシアとかにしてみようか。ロシアをイメージしてください。すっごい寒いところのロシアね。ロシアをイメージしていただいて、まず周りの状況を見ていきます。どんなところに立っていますか？建物とか自然豊かなところとかね、広場の真ん中とか、何でもいいんですけど、自分が出てきているものがどこなのかってことを見ていきます。ロシアで自分は何をやっている感じかなっていうところを見ていきます。で、そこで、自分は男の人、女の人っていうのを見ていきましょう。男の人ですか？女の人ですか？年齢は何歳ぐらいですか？どんな格好をしていますか？この出てきた人があなたの前世になります。で、この出てきてる前世っていうのは何か原因で出してきてますので、何が原因で出してきてるのかなっていうのを見ていきましょう。何をしてるのか、何が原因なのかなっていうところまで見てあげるといいですね。じゃあ私は、毛皮を着た女の人なんですよね。40歳、もうちょっと上かな。55歳ぐらいかな。55歳ぐらいの女の人で、なんか、商売女っていうの商売女っていうのかな、ちょっとうまく言えないけど、そんな感じの人なんじゃないかな。で、身を隠すように生きているような感じの人が出てきましたね。これ私の前世ですね。いっぱいありますから、こういうのもあるんだなって今見てて。で、出てきたものをジャッジしないっていう感じですね。この人が私なんですよ。で、原因としては、自分がとても華やかな人みたいなんだけど、自分が表に出ちゃいけないみたいな感じで、
華やかな人、美しい人なんですけど、身を隠すように生きているっていうのがね、原因というか、出てきてますね。皆さんはどんな風に今見えてますかね。前世が出てきた時に、まず周りの状況を見ていくと、見るっていうところの感覚が出てくるので、そこから何をやってるかとかで、自分はそこに出てきている人、主人公の人は男の人か女の人か見ていくと、大体もうそれがバーッと出てきますので、この出てきているものっていうのも、鮮明ではないです。本当にぼやっとしてますね。水中メガネのなんていうんですかね、水中メガネつけないで水に入っているような感じですから、ぼやっとしてます。よく見えないですね。よく見えないんだけど、そこを感じ取っていくんですね。これか直感で感じ取っていくっていう感じでいいと思います。で、掘り下げていきます。出てきてる人が男の人か女の人か、どんな格好をしているか、そして、何をやっているか、周りに人がいるかどうか、天気とか気温とかね、見ていくとどんどんその人がリアルにね、その人が何やってんのかなっていうのをちょっと感じやすくなりますので、周りの状況とかを、これ訓練ですから、情報だけ本当は取ればいいんですけど、見るっていうことを意識してやると、どんどんここの部分が開いてきますの。潜在意識が開いてきて、見る能力が上がってくるってことなんですよね。結構簡単にね、みんな見えると思うので、じゃあもう一個やっちゃいましょうかね。じゃあ、そうですね。で、国で出すとやっぱりね、出やすいから、今、南の島と寒いところ来たから、今度は、戦争とかだとちょっと怖いかな。ちょっと楽しいのがいいからな。軽い感じがいいから、そしたら、日本にしようかな。日本を思い浮かべていただいて、どんなところに自分がいますか？で、出てきた自分自身っていうのは、男の人ですか？女の人ですか？それを見ていきます。男の人か女の人か。そして、周りの状況を見ていきましょう。あと、どんな時代かとかね。古い時代もありますから、古い時代がほとんどだと思うんですけど、古い時代。どんな時代、周りの人たちはどんな感じか。あとは天気とか気温を見ていきましょう。今見ているところが潜在意識の場所であって前世になります。たくさんあるうちの一つっていう感じですね。じゃああと原因まで見ていきたいですね。なんでそれを出してるのかなっていうところまで見ていってください。何が原因で出してきてるかですね。何が原因でそれを出してきてるか。その原因を見てあげてください。何かね、苦しくて大体出てきてたり、同じ今周波数を持ってるからその前世が出てきますからね。はい、じゃあ私のやつ見てきますね。日本って思った時に出てきたものは、
江戸時代とかちょっと歴史が詳しくないんだけど、昔の江戸時代のような感じが出てきて、ちょんまげをしている男の人が私みたいですね。で、この人周りの状況はなんかね、こう商売をしてるのかな。周りに、たくさん人がいるというかね、いる感じで忙しくしているんですけど、なんか全然楽しくなさそうな顔してるけど忙しそうっていう感じで、これが原因なんだなって感じですね。今、忙しいのはいいことなんだけど、全然本人が楽しくなさそうですね。これが原因っていう感じですね。で、その周り、この人は結婚してる人なのかな、してない人なのかなって見ていくと、結婚してるんだけど全然家庭を顧みないみたいななんか、自分のやりたいことの方ばっかりやってんだけど、そっちが忙しくなっちゃったって感じかな。これが原因みたいですね。皆さんはどんな風に見えたかな。出てきてるものをもう一切ジャッジしないっていう感じですね。すべてが正しいので、そのまま出てきてるものを、掘り下げて見ていくっていう感じです。周りの状況を見て、で、その時に時代見ちゃってもいいですけど、男の登場人物のね、主人公の人は男の人なのか、女の人なのか、そして周りの状況、あとは、あと時代背景とかね、あとは、何が原因で出してきてるかですね。何をしたかったのか、何が原因なのかですね。今の私の場合だと、すごくこう、仕事が忙しいけど楽しくないっていうさ、苦しそうな感じがあったので、これが原因なんだなっていう感じです。で、今、皆さんが出てきたものっていうのが本当にね、こう、ありえない。例えば日本って思っても、なんか全然目の色が青い人が出てきたって全然いいんですね。もうジャッジしない。日本って思ってんのになんかアメリカっぽいのが出てきたら、それが正解ですから、もうジャッジしないでそのまま見ていってください。ですごい今の自分からかけ離れたような人が出てきたって、これが自分ですから、もう1万回ぐらい生まれ変わってる中での一つですから、出てきたものをそのまんま見ていくっていう感じです。で、これで出してきてるのが、要は自分で出してるのか、潜在意識が出してるのか、ハイヤーが出してるのかとかね。よくそういう感じでジャッジする人いますけど、何でもいいんですよ。何でもいいわけだから、そういう、なんていうの、自分が知ってるものだってもちろん出てきますし、知らないものだって出てくるし、知らない土地なのになんか出てくるし、っていう感じで、もうジャッジ入れない。出てきたものが正解っていう感じで、何なのかな、何なのかなって、私たちは、ただ見るだけですから、ただ見るっていうことをただ今やってるだけだから、それに対してのコメンテーターしないってことですね。これ知ってるとかね。あれが出てきちゃったとかね。そういうふうにいちいちコメントをするんじゃなくて、なんだろう、何が出てきたのかな、これなのかなっていう感じで見ていくと、どん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 見えちゃうって感じですね。はい。前世はね、すごい簡単に見えますので、今見てるところを、もうちょっと掘り下げて、次回は書き換えをやっていきたいと思いますので、書き換えのやり方を次回お伝えしていきたいと思います。で、また次回までにね、こういう感じで何が原因か、男の人か女の人かっていうのをね、何回も何回も繰り返してやっていただくと、よく見えてきますので、よかったらね、やってみてください。